はい、皆さんこんにちは。寺子屋忍者の岩沢です。先日ミスターヤバタンさんというYouTuber、インスタグラマーの方に弘法寺にお越しいただきまして、70万フォロワー70万、はい、すごいかなり、はい、フォロワーがいるインフルエンサー都道府県みたいな感じですよね。そうですね。はい。はい。インフルエンサーの方がいらしていただいて、練り切り作りと、あと手巻き寿司を作っていただきました。すごく楽しんでいただけたようで、矢端さんのインスタグラムと、あと、こちらの東京の港区にあるんですけれども、港区の観光協会さんだったかなの、インスタグラムに載せていただいてます。後で説明欄の方にも貼らせていただきますので、ぜひご覧いただければと思います。でもすごいですね。もう世界的になんか70万人のインスタグラムの方がね、わざわざ弘法寺の、ね、お越しになって、はい、その日本の伝統文化の体験をするというのは、なんか寺子屋忍者でだんだん拡大していく感じがしてすごいなと思うんですけど。そうですね。以前にもね、航空会社の方がそうですよね、来てくださったりとか、その方たちのインスタグラムも何百万とかだったよね。はい、なんか再生数がすごいですよね。うちもようやく1万人のチャンネル登録者に。いやー素晴らしい。もうコツコツ、はい、コツコツやってますもんね。かなり休んでた期間もありますけどね、コツコツと言っていいのかどうかちょっと微妙なところではありますが、はい、おかげさまで、宮崎先生のおかげさまで、1万人に、はい、なりましたのでね、これを機にもっと盛り上げていきたいと思いますので、はい、引き続きよろしくお願いします。皆さんはもういつもご視聴いただきありがとうございます。これからもいい発信が日本文化についていろいろ発信できたらと思っておりますので、ぜひご覧いただければと思います。はい、ありがとうございます。以前にひとみちゃんに来ていただいて、茶道の時の服装を女性版で教えていただいたんですけれども、今日はちょっと男性のそうですね、茶道に招かれた時にどんな格好をしていけばいいのかっていうことを少しお伺いできればと思います。はい、今ありました。なかなかね、女性がやはり着物着てね、お茶会行かれたりするイメージがあると思うんですが、確かに男性がね、あんまりそういうどういったものを着ていくのかってね、皆さんイメージがつきづらいんじゃないかなというふうに思いますね。それこそ正式なお茶会の場でしたら、皆さんお持ちの方はね、まさに羽織と袴と言われているものですね。僕が着ている羽織と袴を着ていくのが、一応正装なんですが、そこまでいかなくてもですね、着流しといって、本当に着物ですね。一枚の着物を着て行かれる方も男性はおられます。ただやっぱりね、その着物を持っていらっしゃらない方もね、今の時代たくさんおられると思いますので、そういった場合はまさにスーツですね。スーツでピシッとね、決めて、あとは履き替え用の白い靴下を持参をして、で、履き替えてお茶の席に臨むということは結構、まず、男性の中ではね、大事なことなんじゃないかなと思いますね。そうですね。スーツでいらっしゃる方は本当に多いですね。女性もそうなんですけど、やっぱり着物を着てってなると少しね、ちょっとハードルが上がってしまうと思うので、正装ですね。いわゆる正装。やっぱりね、電車とか混んだりしますとね、なかなか羽織袴とかそういう着物で行くというのはね、ちょっと危なかったりしますね。足元危なかったりするので、そこはまさに臨機応変に、女性も含めて男性もそういうスーツとかでカジュアルじゃなくてピシッと決めていけばいいのかなというふうに思いますよね。そうですね。あと靴下ですね。黒とかじゃなくて白い靴下を履いていくといいですよね。そうですね。黒じゃなくてやっぱ白い靴下ですね。それは本来やって足袋と言われているものが正式なんですけど、さすが足袋持っていらっしゃる方というのはね、あまりいらっしゃらないと思いますので、その代わりとして白い靴下を履くというのがお茶の席ではね、やっぱりルールなのかなというふうに思いますね。そうですよね。たまに茶道に海外の方が体験にいらっしゃった時も靴下持ってきてくださる方とかがいらっしゃって、すごいなと思って、どこでそのね情報を仕入れていらっしゃったのかなと思うんですけど、やっぱりなんか白い靴下っていうのは清潔っていうね意味もあって、やっぱり茶道とかってここも机代わりというか、で直接に食べ物食べたりとかね、お茶を飲んだりしますので、清潔感は大事ですよね。なのでね、そういうおもてなしじゃなくて心構えとしてもやっぱりそういうのを気をつけるとすごく分かってるなというか、増資が深いなというふうに思いますよね。やっぱその招かれる側の心構えですよね。それこそ戦国時代、織田信長、豊臣秀吉とかね、徳川家康とか、本当にお茶が一番最盛期盛り上がった時ですね、千利休がお茶を大した時代というのは、そもそもお茶会に招かれること自体がステータスだったと言われてるんですよね。なのでそういう教養がない人はそもそも招かれないということになりますので、そのためにふさわしい人間になろうということでね、皆さん戦国武将はお手前をしたりとか、そういう気遣いというのをね学んで教養を深めたと
その名残がね今残ってる茶道のその精神性、白い靴下持ってきましょうとか、そこに受け継がれてるんじゃないかなというふうに思いますよね。そうですね。お茶の手前ももちろんなんですけど、招かれた時のお作法も知ってると本当に役に立ちますよね。やっぱりその格式と言われているものがありますよね。そういういろんな会、例えばお祝いの会とかですね、いろいろあると思うんですけど、その時もね、多分日本料理屋に呼ばれた時の作法っていうのはあるでしょうし、そこで分かっていらっしゃる方と、分かってないんだねっていう方、暗黙で皆さんね、ちょっと信用しなっちゃう場合もあると思いますので、そこはね、個々人がちゃんと勉強していく必要があるのかなと思いますよね。そうですね。日本人としてそういうことは知っておきたいと思いますね。わかりました。どうもありがとうございます。ありがとうございました。The ceremony is ended. Thank you very much. Thank you very much.